発売からほぼ1年が経ち、かなり完成した感のあるこの Insta360X4 ですが、ファームウェアの更新とかアプリの更新などもあり、新しい機能がどんどん追加されていますので、今日は改めてこのカメラを紹介したいと思います。日常生活や旅行、そしてスポーツの撮影など本当にいろんなことに使える万能カメラなんですが、今回はツーリングを例にとって撮影から編集までどんな風にするのかというのをお見せしたいと思います。360度カメラが難しそうだな、よくわかんないなって二の足踏んでる方もいらっしゃると思うんですが、この動画を見ていただければ一発でどんな風に使うのかわかると思います。でまずはこのカメラの仕組み、操作方法、そして撮影方法などをお見せします。で次に撮影してきた映像を編集する方法も簡単にお見せします。パソコンでもスマートフォンでも可能です。で通常のアクションカメラとこういった X4 などの360度カメラの特性の違いとか映像の違いもお見せします。最近発売されたこの BMW モトラッドバージョンの X4 ですが、通常版と何が違うのか気になっている方もいらっしゃると思いますので、こちらも紹介したいと思います。で動画の最後にはお得に購入することのできるボーナス情報もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。でまずは360度カメラがどういうカメラかという点なんですが、見てわかるように前後にデメキンのように飛び出したカメラが2つついています。でそれぞれが180度近くを撮影できるようになっています。例えて言うなら、草食動物の馬とかでもこう顔があって両側に目がついていてちょっと飛び出してますよね。彼らも敵を察知するために180度近くこう前後方向は見えると言われてますが、それと似たような感じで2つのカメラで全ての方向を撮っているので、こんな感じで、上も下も右も左も全てこう映し取ることができます。それを編集ソフトに取り込むとこんな感じの一つの映像にしてくれます。これ全ての方向が映ってますので、回したり大きくしたり小さくしたり自由自在にコントロールすることができます。で撮影自体は非常に簡単で、動画を選んでシャッターボタンを押すだけで撮影が開始できます。他にもスマートフォンでリモコンのように操作をしたり、リモコンで操作したり、またジェスチャー操作とか音声操作でコントロールすることもできます。離れたところにカメラがあるときなんかは非常に便利です。先ほどからサンプルで使っているこの映像は少し前になるんですが、千葉県の房総半島にある人が手で掘った素掘りのトンネルがあるということで、友人とツーリングに行った時のものになります。で次に設置場所によってどのように映像が変わるのかお見せしたいと思います。でまずこれはですね、ミラーのところにこんな感じでカメラを設置して撮影した映像になります。で次はバイクに自撮り棒を取り付けて、なるべくバイクのセンターに来るようにして前から撮影した映像になります。そんなに前に突き出してないんですけど、こんな感じで前からまるでドローンで撮っているかのような映像を撮影することができます。この自撮り棒はコンピューターの処理で自動的に消すことができます。一切映りません。初めて見た方はね、結構これ驚くんですよね。今度は逆に後ろに自撮り棒をつけて後ろから撮影した映像になります。やはり後ろからドローンで追っかけながら撮影しているような映像になります。で当然360度で撮影してますので、後ろから走ってくる友人をこんな風に被写体にすることもできます。でこれはですね、後ろのこの荷物を取り付けるステーにカメラを取り付けてるんですが、こんな感じでバイクのスイングアームのあたりの非常にメカニカルなかっこいいところを映したりとか、ぐるっと回って後ろから走ってくるバイクを低いアングルから捉えたような映像にすることもできます。でカメラのマウントなんですが、今回はバイクでの撮影ということで、そのバイクでの撮影に特化したマウントを選んで使用しました。でやはりバイクでの撮影ということで振動もそれなりに大きいですし、スピードも結構出ますので空気抵抗とかも結構強いんですよね。でまして走行中に緩んできたりして、それに気を取られたりすると事故ったりするってことにもつながりかねませんので、マウントは結構しっかりとしたものを選んだ方がいいかなと思います。インスタ360の公式に載っているようなしっかりとしたマウントを使えば、その辺も安心かなと思います。今回使用した純正アクセサリーなんですが、こういったバイクのフレームに U 字ボルトで取り付けるためのマウントをまず使いました。でこの先に自撮り棒をこれ取り付けてるんですが、これだけだとやっぱり緩んできますので、こういうアルミの自在アームのようなものでがっちりと固定しました。で他にもウインカーのところに友締めして使うアルミ製のこういったアクションカメラ用のマウントとか、
あとはヘルメットにベルクロで固定するんですけど、これ顎のところに取り付けるためのこういったマウントも利用しました。でこれはですね、ミラーに取り付けて使うためのマウントになっています。こちらも別のタイプなんですが、同じようにミラーに取り付けています。カメラの特性上、自分から少し離して撮るとこんな感じで面白い映像にすることができます。では続いて編集についてもお見せします。でまずパソコン版なんですが、Insta360 のスタジオというアプリを利用します。でこれもすでにデータが取り込んであるんですが、カメラを直接つないでもいいですし、カメラから取り出したメディアから読み込むこともできます。パソコンに保存してあるファイルももちろん読み込むことができるようになっています。でカメラから取り込んだ360度映像はこういう INSV という拡張子になっています。でこれは360度映像なんですが、この専用のソフトの中では自由にこんな感じで回したり拡大縮小したりすることができます。でこれを書き出しをすると、ここで今見えている状態が書き出されますので、このソフトの中でどういうアングルにするか、どういう大きさにするのかっていうことを決めていきます。でそのための方法が大きく分けると2つあるんですが、まず1つはキーフレームというものを使います。で何秒の時点でどういうアングルでどういう大きさにするかというのをキーフレームを打つことによって固定をしていきます。例えば今1つキーフレームを打ったんですが、この手前の時点でこんな角度になっていたとしますが、キーフレームのところに来るともともと固定したアングルに戻ります。同じアングルのままもう一度キーフレームを打つとそのアングルが維持されるんですが、逆にアングルを変えたいなっていう時は別にキーフレームを打ったところで今度また自分の希望するアングルをこういうふうに選びます。で今度は自分が映るようなアングルにしてみます。そうするとですね、先ほど打ったこのキーフレームのところはこういうアングルだったんですが、そこから徐々に回転して今決めたアングルになります。でキーフレームを打つ間隔を狭くするとその分アングルが変わる速度も速くなります。で逆にキーフレームを遠くに置いてやると今度はゆっくりと回転するようになります。でこの映している画角ですね、絵の広さもこのキーフレームでコントロールすることができます。こうリトルプラネットとか、もともとプリセットがいろいろあるんですけど、こういう感じでメガとかリニアとか、普通のカメラで撮ったような映像の画角にもすることができます。でもう一つの編集方法がディープトラックというものを使うものになります。今後ろからバイクが来ましたが、この人をこんな感じで追跡対象にします。そうするとコンピューターが勝手にというか自動的にその人を追跡してくれます。面倒なキーフレームを使わなくてもこのように非常にスムーズにカメラがパンしているかのような映像を作ることができます。実際の映像がこちらになるんですが、これをねキーフレームでやろうと思うと結構大変なんですよね。基本的にはこれで書き出しをすることもできるんですが、慣れてきたらここでより細かな設定編集をすることができます。例えばここで色味を変更することもできます。ここにモーション ND っていうのがあるんですけど、アクションカメラはよく ND フィルターをつけて景色を流すような映像を撮ったりするんですけど、そういうことをしなくてもこれをオンにするだけで景色が流れていくよりスピード感のある自然な映像を作ることができるようになっています。そしてこれ面白いんですけど、ダッシュボードっていう機能があって、リモコンとか Apple Watch とかスマホなどと連動して撮影すると、今ここに出ているように日付とか傾斜角とか加速度、速度とか距離とか、そういったものを画面上に表示させることができます。実際何キロで走っているかっていうのが表示できるわけです。あとは表示するデザインを選んだり、表示する大きさとか透明度なども調整することができるようになっています。で満足のいく動画が仕上がったらここで書き出しをします。通常の MP4 ファイルとして書き出しをするんですが、解像度とかコーデックなどを選ぶこともできます。でこちらはですね、最近 Insta360 が始めたクラウドサービスなんですが、クラウド上にアップロードすることもできます。でそれを友人に共有したりとか、別の端末から編集をするということもできるようになっています。そのようにして書き出した動画はそのままシェアすることもできますし、 YouTube などにアップロードすることもできます。また他の編集ソフトに読み込んでそこで編集を続けることもできます。スマートフォンでの編集も簡単にお見せしておこうと思いますが、先ほどと同じように映像を選んでキーフレームを打っていったりとか、ディープトラックを使って追跡をするということもできます。さらに AI を活用した編集方法も搭載されていて、AI によってこういった面白い映像を自動的に作ることもできます。
でさらにクイックという方法もあって、これはですね、スマートフォンを持ってスマホをいろんな方向に向けたり傾けたりすると、まるで目の前を走っているものを実際に自分がカメラを動かしながら撮っているような、そんなような編集方法になっています。いずれにしても360度で撮影した映像っていうのはこの一手間が必要になります。これを手間と考えるか楽しいと考えるか、そこですよね。極力力をかけず労力をかけずに書き出しをすることもできますし、かなり凝った動画を作ることもできるようになっています。でそれ以外にもですね、スマホのアプリの中にこういったエフェクトっていうんですかね、とかトランジションとか音楽とかそういったものを一括で処理して作ってくれる、そういったものを組み合わせた動画を作ってくれる、そういう機能もついています。でここまでは360度映像の話だったんですが、シングルレンズモードというのも搭載されていますので、これを使うと片側だけのカメラを使って編集の必要のない通常の動画を作成することもできるようになっています。通常のよくある超広角アクションカメラで撮ったような映像を撮影することができます。でもちろん写真も撮影できます。写真も360度の写真も撮れますし、こういった通常の広角写真も撮ることができます。他にもこういったタイムラプス撮影とかバレットタイム、ループ録画っていうのは一定の期間でどんどん上書きしていくんですけど、ドラレコモード、これもね新しく追加されたモードになります。日付時間などをタイムスタンプとしてちゃんと表示しつつ録画してくれるモードになります。それからスターラプス、バーストモードでインターバル撮影、さらに HDR 写真、あとはですねスローモーションの映像を作ることもできます。時々この普通に撮った映像をただスローにしてスローモーションのようにしている方もいらっしゃると思うんですけど、本当にちゃんと滑らかなスローモーションにしようと思うと、撮影時にフレームレートといってフレームレートを上げておく必要があります。フレームレートっていうのは1秒間に何枚写真を撮って映像にしているかっていう設定なんですけど、これを、通常は24とか30なんですけど、60とか100とか120にしておくと、これをスピードダウンしてもスローにしても非常にスムーズな映像にすることができます。あとですね、夜間の撮影に関しては、以前は夜の撮影っていうのは X3 ぐらいまではノイズが結構出てね、あんまり綺麗じゃなかったんですけど、X4 はその辺もかなり改善されてですね、こんな感じで夜の高速道路を走っていてもそれなりに綺麗な映像を撮れるようになってきました。でバッテリーはですね、結構持つんですけど、やっぱりスペアバッテリーが1つか2つあると安心かなと思います。でこの最近発売された BMW モトラッドバージョンなんですけど、何が違うのかというとですね、まず外観が結構違います。BMW モトラッドというロゴが至るところに入っています。保護ケースにもサーモグリップにも本体にも入っています。本体のデザインも若干違いますよね。あとはシャットダウンの時に BMW モトラッドというロゴが現れます。そしてさらにこれ先ほどお見せしたダッシュボード機能なんですが、この表示のデザインが BMW モトラッド専用のものが一つ追加されています。カメラ自体は全く同じ性能のものです。次にですね、通常のアクションカメラと比べて画質はどうなのかとか、映像どうなのかっていう点なんですが、今回このツーリングの時には通常のアクションカメラである Ace Pro 2とか GoPro をね持っていきました。Ace Pro 2は基本的にヘルメットの顎のところにマウントして使っていたんですが、やっぱりこの固定した位置から当たり前なんですけど前しか撮影ができないんですよね。なので360度カメラに比べるとやっぱり映像っていうのは単調になってしまいます。その分編集とかがね必要なくてそのまま使えるっていうのはいいところかなと思います。で画角に関してはこれ Ace Pro もメガという結構広い画角で撮影してるんですけど、やっぱり同じ顎のところにつけてもこのぐらいの差が出ます。そして画質に関しては、明るい日中であればね X4 もむちゃくちゃ綺麗に映ります。Ace Pro 2と比べてもそんなに差がないかなと思うんですけど、やっぱり暗くなってくると、綺麗になったとはいえ Ace Pro 2の夜間性能すごいので、やっぱりちょっと負けてるかなとは思います。
ということで今回はツーリングを例に挙げて Insta360X4 をどういうふうに使うことができるのかお見せしました。360度カメラでの撮影とか編集について大体分かっていただけたかなと思います。とても面白いカメラなのでぜひ皆さんも使ってみてください。ツーリングだけに限らず旅行もそうですけど、それしてる時も楽しいんですけど、こういうふうに映像を残しておくと後でいろいろ一人で見ても楽しいですし、仲間と一緒にワイワイ見るのも楽しいですよね。一人で何か活動するときでも自撮り棒の先につけておけばまるで他人が撮ってくれているような動画を作ることもできます。で、最後になりましたがお得な情報をちょっとお知らせします。現在ですね、Insta360の公式サイトではウィンターセールというのが行われていて、これウィンタースポーツを行う上でのアクセサリーなどがセットになって X3 とか X4 とかあと Ace Pro などが大幅に安くなっているというセールが行われています。これ自体お得なんですが、概要欄のリンクから購入していただいた場合に限りおまけでさらにギフト等もお付けすることができますので、ぜひそちらも覗いてみてください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。